皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーです。今回も卓球チームの方よろしくお願いします。本日のテーマは相手のサーブが分からなくて返球できない方への動画をやりたいと思います。これ初心者中級者の方が対象で、今皆さん試合で実際負けるときやられてしまうときに大体ほとんどの方が相手のサーブが分からなくて負けてしまうっていう方が結構大半ですね。で実際私も試合中負けたときは結局はほとんどの原因はその相手のサーブが分からなくて負けてしまう、打たれてしまう、サーブで取られてしまうっていう形が多かったですね。なのでやっぱ相手のサーブをしっかりレシーブできるかが試合で勝つための、単純にすぐ近道になりますので、相手のサーブが分からなくて困った時の対処法についてしっかり横のスローとアングルで徹底検証をしてみます。では早速プレーの方をご覧ください。ではまずは相手の回転が分からない時の合わせたレシーブをした時の悪い例をご覧ください。もろに相手の回転の影響を受けているのが分かると思います。横上系のサーブを分からなくてそーっと合わせに行くとこうやってボールが浮いてしまいます。これがレシーブミスの原因ですね。回転が分からない時はやっぱりそーっと慎重になって不安になりながらレシーブしてしまいます。そうするとこうやって逆により相手の回転の影響を受けてしまいます。慎重になってビビって弱気になってしまうレシーブが一番ダメです。でここから相手のサーブが分からないときにやる手段ですね。相手の回転を消すように切るつつきをしてください。もうこうすれば相手の回転が分からなくてもぶち切ってしまえば相手の回転を潰して自分の回転にすることができます。相手のサーブが分からないときは弱気になって合わせるのではなく思い切って切るつつきを多用してみてください。そうすることによって分からないサーブもしっかりレシーブすることができます。では早速スーパースローで見てください。まずこの相手の回転が分からないとき合わせてみました。そうするとやっぱりこうやって飛んできますね。相手の回転が分からないで慎重になる。そうすると相手のちょっとした上回転もこうやってすごく影響を受けてますね。ラケットを合わせるとやっぱり真上に飛んでいっています。これはすごく良くないです。ここからが正しい例ですね。相手のサーブの回転が分からないときの対処法、ぶち切ってください。そうすると今見てください。このボールよく見てると相手の回転を決して自分の回転にしているというのが分かりますでしょうか。相手の回転が分からない。とりあえずぶち切る。そうするとこうやって自分の回転にして強烈な下回転となって返球することができます。で打ち方のポイントですね。ポイントは普通のつっつきっていうやり方にラケットの目は45度を意識してください。で45度の角度をですね、それよりも上げたり下げてはいけません。45度を意識してでインパクト時にチョップするようなイメージですね。チョップです。今このインパクト時今します。ちょっとスローで見てください。この打球する瞬間です。この時です。当たる瞬間にチョップですね。手でチョップするようなイメージでつつきをするっていう形でやると相手の回転を消せる、自分の回転にすることができます。相手の回転が分からない時に切るつっつきのポイントっていうのは、あとはバックスイングは取らないでください。切ろうとしてこうラケットスイングを後ろに引いてしまうとその後ろからの反動の勢いでつっつきをかっ飛ばしてしまったりしてしまうので、できるだけつっつきと同じフォームで小さい振りのままでインパクトの瞬間だけ速くするっていう感じですね。だから打球する瞬間だけ素早く一瞬で擦るっていうことを意識してください。なので要するに普通のつっつきにチョップするようなイメージですね。もうそれだけですね。打球する瞬間にチョップする感じでラケットをグッと一気に動かしてやるとブチ切れのつっつきで相手のサーブの回転を気にせずに返球することが可能です。あとの捉え方、その体の入り方は、右足を入れてで体をできるだけ打球するところに近づけて、で打球点は頂点ぐらいがいいですね。速すぎてもちょっと難しいですし、遅すぎると逆に浮いてしまいがちなのでバウンドの頂点をできるだけ捉えてチョップするようなイメージのつっつきをすることで相手のサーブの回転を殺すことができます。左がレシーブできない時の悪い例ですね。弱気になってしまう。で右が分からない時はもう思い切って切るっていう作戦に徹底した時ですね。もう明らかに右と左で見るともう右側がしっかりレシーブできているというのが分かるかなと思います。しかもなおかつ切れてるっていう状態ですね。切る時のポイントは一瞬で素早く擦るということで、手首を使う感じですね。ただでもこの手首が使いすぎてはいけないです。
手首の可動範囲、つっつきの可動範囲は結構やろうと思えばすごい大きくできるんですが、この手首の可動範囲のうちの半分ぐらいを使ってできるだけコンパクトでカツッと小さいチョップをするような感じで切ってあげる。もう一度言います。切るつっつきのポイントは、1つ目、角度は45度。2つ目、チョップをするようなイメージで切る。3つ目、バックスイングはできるだけ取らないっていうことを意識していただいて切るつっつきをすると、たとえ横上回転のサーブという遊泳系のサーブの回転が混じってても切るつっつきで返球することができます。ぜひ皆さん、サーブが分からなくて困ったときは、もう今すぐ迷ったり弱気になって合わせるのではなく、思い切ってぶち切って相手の回転を消してみてください。では皆さん、早速レシーブ練習頑張ってください。